皆様こんにちは、セリナです。今回はエレガンス、コスメデコルテ、シュウエムラ、エスティローダー、イヴ・サンローランボーテ、ジバンシー、新作下地6種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。各ブランドから注目の新作下地が登場しているということで、今回は新作下地6種類の塗り心地、色補正効果、毛穴補正効果、香り、ファンデーションと組み合わせた時の仕上がり、そして4時間後のマスク補正について比較していきます。カラー展開があるアイテムは全て人気のパープル系で比較しておりますので、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを用いた夏コレクションのご紹介や新作ベストアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する6種類の下地の紫外線カット効果と使用カラーをご紹介していきます。エレガンスモデリングカラーベース UV SPF40 PA3+。使用するカラーはラベンダー660。コスメデコルテ UV コンフォートトーンアップ CC SPF50+ PA4+。使用するカラーは10ラベンダーローズ。シュウエムラアンリミテッドブロックブースターアドバンスト SPF50+ PA3+。使用するカラーは IC モーブ。エスティローダー UV フィニティダイナミックディフェンスプライミングミルク SPF50+ PA4+。こちらはカラー展開は一色です。イヴ・サンローランボーテオーラーワーズブラークッション。紫外線カット効果は入っていません。カラー展開は一色です。ジバンシープリズムリブルケア&カラーセラムプライマー。紫外線カット効果は入っていません。使用カラーはパープル。まずは今回ご紹介する6種類の下地の仕上がりを比較します。色補正力について、今回カラー展開があるアイテムは全てパープル系で揃えました。一番補正力が高いと感じたのはエレガンスです。かなり青みの強いラベンダーカラーで木くすみをしっかり抑えてくれます。続いてジバンシーです。しっかりパープルのカラーが乗りながらも明るすぎないので、高い補正感と白浮きしない自然さを兼ね備えています。イヴ・サンローランボーテは無色透明タイプなので肌の色に変化はなかったです。続いて毛穴カバー力について、一番高かったのはイヴ・サンローランボーテです。毛穴や凹凸をしっかり埋めて毛穴レスなセミマット肌に仕上げてくれます。続いてツヤ感について、一番強くツヤを感じたのはシュウエムラとエスティローダーです。この2つはスキンケア後のような濡れたようなツヤ感と微細なパールの立体ツヤも兼ね備えていてツヤツヤに仕上がります。反対にイヴ・サンローランボーテはツヤを一切感じさせないテカリを抑えたセミマット肌に仕上がりました。ではここからは2種類の下地を半眼筒に塗ってそれぞれの塗り心地や補正力、ファンデーションと組み合わせた時の仕上がり、4時間後のマスク崩れについて詳しく見ていきます。まず比較するのはこちら。新作下地の中でも特に注目度が高いエレガンスとコスメデコルテです。まずはこちら側にエレガンスを塗っていきます。エレガンスは色補正、潤い、ナチュラルカバーはもちろん、日中の皮脂によるテカリや色くすみを抑える皮脂プルーフ処方を採用しています。こちらは昨年の下半期に同じシリーズの秋冬用下地がかなり人気になって、今回高い紫外線カット効果で春夏用として発売されたこちらもとても注目度が高くなっていますよね。薄膜でかなりさっぱりしている塗り心地ですが、カラー補正効果はとても高いです。はい、まずはこちら側半分にエレガンスを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、エレガンスのカラー補正効果の強さがかなりわかりやすいと思います。
青みの強い明るめのラベンダーカラーで木くすみをしっかり補正しつつ明るさも出るのでトーンアップしながら赤みも補正してくれます。首元と見るとこんな感じで白く浮きすぎる感じではないですがしっかりトーンアップしてくれています。至近距離で見てもきちんと補正されている感じがわかりやすいと思います。木くすみだけでなく赤みもカバーしてくれるところがすごくいいなと思います。ただカラー補正力自体はかなり強いですが質感としては軽いので程よい素肌の透け感も残してくれていて厚塗りな印象にならないところもすごく計算されているなと思いました。余分な水分や油分を感じさせない肌にピタッと密着するようなタイプなので毛穴や凹凸も自然にフラットに整えてくれます。秋冬用のモデリングカラーベースと比較をするとかなりさっぱりしている使用感なのでベタつきが苦手な方にはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテは粉感のない薄膜が色ムラを自然にカバー、透明感のあるツヤが24時間続くトーンアップ UV です。こちらはデパコスの CC クリームの中でもかなり人気のアイテムがリニューアルということで話題になっています。リニューアル前よりもみずみずしさが増して薄膜に変化したのでかなり塗りやすくなったように感じます。はい、こちら側にはエレガンス、反対側にはコスメデコルテを塗ってみました。このくらいの距離で見てもそれぞれの仕上がりイメージの違いがかなりわかりやすいと思います。まず色補正力から順に比較をしていくとエレガンスの方が色補正力が強く、コスメデコルテの方がナチュラルな補正感です。エレガンスは色味自体もかなり青みの強いラベンダーで、しっかり木くすみを補正しつつ、明るさを出しながら赤みもカバーしてくれます。コスメデコルテはカラー名がラベンダーローズというだけあって、血色感も残る柔らかいピンクの中に程よい青みを感じるようなタイプなので、肌本来の程よい血色感を残しつつ、自然に柔らかくトーンアップと木くすみ補正をしてくれる感じがします。よりしっかり木くすみ対策をしたい方はエレガンスがおすすめ。白浮きしない程度に血色感も残しながらナチュラルな補正感が欲しいという方はコスメデコルテがおすすめです。そして質感についてはかなり違いがわかりやすいポイントかなと思いますが、エレガンスはツヤにもマットにもよらない素肌そのもののようなナチュラルな質感。コスメデコルテは顔全体に光を反射してスキンケア後のような濡れたようなツヤ感を楽しめます。そして毛穴補正力についてはエレガンスは薄膜な質感が肌にピタッと密着して毛穴や凹凸を自然に埋めるようになじませてくれて、コスメデコルテは薄い膜を張ったような質感なので張り感が出る効果で毛穴や凹凸がフラットに仕上がるイメージです。張り感を出して毛穴補正するか毛穴を埋めて補正するかの違いがあります。アップで比較するとこんな感じです。コスメデコルテはリニューアル前はかなりハイカバーでクリーミーな質感だったので、今回のリニューアルで仕上がりイメージがかなり大きく変わっているなと思いました。それぞれ香りについては、エレガンスはフローラル系のスキンケアアイテムのような香り、コスメデコルテはグリーン系の少しパウダリーさを感じるようなスキンケアアイテムのような香りです。どちらもそこまで香りが強すぎるタイプではないです。では、この上にファンデーションを塗って、ファンデーションとの相性も見ていきたいと思います。今回はパウダータイプのファンデーションを組み合わせてみたいと思います。ディオールのディオールスキンフォーエバーコンパクトナチュラルベルベットを使用していきます。まずはエレガンスの上に重ねていきます。下地の時点で余分な水分や油分がなくかなりさらりとしていますが、パウダータイプのファンデーションを重ねてもパサパサになることもなく綺麗に定着してくれますね。表面がさらりとするタイプの下地はファンデーションとの相性が難しいものもありますが、こちらは問題なく使えそうです。続いてコスメデコルテです。コスメデコルテは自然な膜を張ったような仕上がりなので、ファンデーションの密着感も自然に高めてくれて、とても綺麗に馴染んでくれます。リキッドやクッションタイプとの相性ももちろんですが、パウダータイプとの相性もすごくいい感じがします。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。どちらもファンデーションとも問題なく馴染んでくれて、下地としての要素も優秀です。仕上がりイメージを比較すると、
やはりエレガンスは下地の時点でカラー補正力や毛穴補正力が高かったからか、ファンデーションと組み合わせるとよりハイカバーで色ムラを感じさせない均一肌に仕上がっています。反対にコスメデコルテは下地の時点でもかなりツヤがあったからか、ファンデーションと組み合わせても内側から発光するような自然なツヤ感を楽しめます。近くで見るとこんな感じです。エレガンスは下地の時点でかなり肌表面がさらりとしていましたが、パウダーファンデーションと組み合わせてもパサついたりよれてしまうこともなく綺麗に馴染んでくれました。そしてコスメデコルテはこんな感じで肌表面に膜感が残るので、ファンデーションがピタッと密着してくれてより綺麗に均一に馴染んでくれます。コスメデコルテはファンデーションやパウダーを組み合わせるとより下地としての綺麗さを実感できるアイテムだなと思いました。肌表面を触った感じはエレガンスは重さやベタつきを一切感じさせなくて軽やかでさらりとしています。ベタつきが気になる肌タイプの方やこれからの崩れが気になるシーズンに大活躍してくれそうです。コスメデコルテはファンデーションを塗った後でももっちりした保湿感を感じられます。適度に保湿感が欲しいという方に良さそうです。ではこの状態のまま4時間ほどマスクで過ごしてそれぞれの崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると、どちらの下地もテカリが出てきている感じがしなくて、質感は塗りたての時のままを保っています。近くで見るとこんな感じです。まずエレガンスはテカリやヨレは出てきていませんが、塗りたてと比較をするとベースが馴染んで全体的にカバー力が落ち着いているのと、トーンアップ感も塗りたての状態よりも落ち着いている感じがしました。反対に塗っているコスメデコルテはこんな感じで、こちらもテカリやヨレが出てくることもなく、若干塗りたてよりもカバー感は収まっていますが、自然なトーンアップ感はそのまま残っています。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も皮脂やベタつきが出てきていないので、両方ともテカリやベタつきを対策したいという時に使いやすいと思います。よりベタつきや重さが少なく、さっぱりした塗り心地のアイテムがお好きな方はエレガンスがおすすめ。適度に保湿感もありながらもベタつきを対策したい方はコスメデコルテがおすすめです。続いて比較するのはこちら、シュウエムラとエスティローダーです。まずはこちら側にシュウエムラを塗っていきます。シュウエムラは崩れにくさ、みずみずしさ、トーンアップに着目して進化。メイクアップの完成度を極める全方向パーフェクションプライマーです。こちらはシュウエムラの中でも特に人気のカラー下地がリニューアルしたアイテムです。とてもみずみずしくて適度なオイル感もあり、しっかり保湿されている感じがします。保湿力と紫外線カット効果を両立してくれている感じですね。はい、まずはこちら側半分にシュウエムラを塗ってみました。カラー自体はかなり青みが強くて白っぽいモーブ系ですが、みずみずしいテクスチャーで肌に薄く伸び広があるので、とても自然な色補正効果で、白浮きするのが苦手な方やカラーコントロールプライマー初挑戦の方にも安心して使いやすいと思います。下地なしの方と比較をすると自然に着ぐすみは補正してくれていますが、首元と見てもこんな感じで白く浮いてる感じがしなくて使いやすいです。そしてこちらのプライマーはこの水分をたっぷり含んだようなツヤツヤな仕上がりが特徴的です。近くで見ると程よい透け感が残っている感じがわかりやすいと思います。適度にオイルっぽさも含んでいてみずみずしいスキンケアアイテムのような塗り心地なので、毛穴凹凸を埋めるというよりもふっくら滑らかに整えてくれるような補正効果を感じました。では反対側にエスティローダーを塗っていきます。エスティローダーは紫外線から肌を守りながら青みを帯びた微粒子パールで瞬時にトーンアップする新発想のプライミングミルクです。まず肌の上にのせるとこんな感じで、ベースのカラーはピンク系に感じますが、伸ばしていくと中に入っている青みパールの効果でしっかり着ぐすみも対策してくれます。こちらも反対に塗っているシュウエムラと同様、かなりしっとりしています。比較をするとエスティローダーの方がさらにオイル感が強いです。
はい、こちら側にはシュウエムラ、反対側にはエスティローダーを塗ってみました。この2つは高い紫外線カット効果がありながら保湿力も高く、カラー補正力は自然で濡れたようなツヤ仕上がりになるところもよく似ています。まず色補正力から比較をすると、どちらも塗り重ねても素肌の透け感が残るようなテクスチャーなので、そこまで強い補正力がなくて、首元と比較をしても白浮きしない使いやすさがあります。だいたい同じくらいの補正力のイメージですが、ベースの色味がシュウエムラの方が青みの強いモーブ系、エスティローダーは明るいピンク系にブルーのパールが配合されているので、この色味の差でシュウエムラの方が若干トーンアップ感が強い感じがします。続いてツヤ感についてはこんな感じで、どちらもスキンケア後のような濡れたツヤを肌全体で楽しめます。ほんのりパールが入っているところなどもよく似ていて、ツヤの強さもだいたい同じくらいです。そして毛穴補正力についても、どちらもスキンケアアイテムのようなしっとりさで、毛穴用凸を埋めて補正するというよりも、毛穴用凸をふっくら滑らかにして整えてくれる感じがするので、だいたい同じくらいな印象です。アップで比較するとこんな感じです。仕上がりのイメージがよく似ている2つですが、違いは質感で、シュウエムラは適度な油分を感じるかなりみずみずしいジェル乳液のような塗り心地。エスティローダーはみずみずしいオイルをたっぷり含んだような乳液のような塗り心地です。より軽やかに水分で保湿をしたい方はシュウエムラがおすすめ。よりしっとりオイル感で保湿をしたい方はエスティローダーがおすすめです。香りについては、両方ともほんの少しだけフローラル系の香りがしますが、ほぼ原料のような香りのみに近いので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、この上にファンデーションを塗っていきます。シュウエムラは肌表面に程よい油分と水分がたっぷり残っている状態なので、パウダータイプのファンデーションともこんな感じで綺麗に馴染んでくれます。こちらは組み合わせるファンデーションを選ばないタイプの塗りやすい下地なんじゃないかなと思います。エスティローダーは肌表面に程よいオイル感が残っているので、パウダーファンデーションと混ざってしっとり柔らかく馴染んでいく感じがします。こちらもオイル感もありますが重さはないので、どんなファンデーションとも合わせやすいと思います。はい、それぞれ上からファンデーションを重ねるとこんな感じです。今回はパウダータイプのファンデーションを重ねているので、下地の水分や油分による濡れたようなツヤ感は抑えられますが、どちらも微細なパールが入っているので、内側から発光するような立体的なツヤはきちんと残っています。そしてファンデーションを重ねると、よりそれぞれの色補正力の違いがわかりやすくて、シュウエムラの方が内側からしっかりトーンアップしていて着ぐすみを抑えている印象。エスティローダーの方がかなり肌なじみが良くて、ナチュラルな色補正感です。近くで見るとこんな感じで、どちらも下地の時点で程よい水分と油分があって、肌表面がふっくら整っているので、ファンデーションもムラなく均一に馴染んでくれます。両方ともファンデーションの種類を選ばずに使いやすい下地だなと思いました。では、この状態のままマスクで4時間ほど過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると、どちらも塗りたての時のままの自然に内側から発光するようなツヤ感とナチュラルなトーンアップ感を保ってくれている感じがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じです。まずシュウエムラは程よい発光感、ナチュラルなトーンアップ感を保ちながら、マスクの摩擦も最小限に抑えてくれていて、皮脂やテカリが出てきたり、ベースメイクが揺れることもなく、かなり崩れに強いタイプだなと思います。そして反対に塗っているエスティローダーもこんな感じで、ファンデーションと下地が馴染んで、塗りたてよりもカバー感が若干薄まる感じはしますが、自然なトーンアップ感やツヤ感などはそのまま保ってくれます。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも塗りたての軽やかだけどしっかり保湿している感じはそのままに、小鼻の横も頬の広い範囲もベタつきが出ていなくて快適です。
特にシュウエムラは水分と油分のバランスがいいので、乾燥が気になる肌タイプの方はもちろん、皮脂が気になる肌タイプの方にも適度に水分で保湿をしてくれて、これからの崩れが気になる時期にもかなり活躍してくれるんじゃないかなと思います。仕上がりも質感もとても使いやすい2つでしたが、水分による保湿力が欲しい方や、よりしっかり崩れ対策をしたい方はシュウエムラがおすすめ。べたつかずに崩れにも強いけれど、よりオイル感のあるしっかりした保湿感が欲しい方はエスティローダーがおすすめです。最後はこちら。イヴ・サンローランボーテとジバンシーです。まずはこちら側にイヴ・サンローランボーテを塗っていきます。イヴ・サンローランボーテはみずみずしい液状からパウダーに変化するユニークなアイテムで、ファンデーションの上に重ねてフェイスパウダー使いしたり、お直しに使用したり、下地にも使えるというマルチアイテムです。今回は下地として使ってみた時の仕上がりを比較していきたいと思います。付属のパフにとってタップするようにのせていきます。最初はこんな感じで水分たっぷりのみずみずしい質感ですが、少し時間を置くと表面がサラサラに仕上がります。今回ご紹介している中で唯一の無色透明タイプです。はい、まずはこちら側半分にイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。塗ってから数分時間を置くと、光や皮脂っぽさ、スキンケアの油分感をしっかり抑えたすっきりしたセミマット肌に仕上げてくれます。無色透明タイプで色補正効果はないですが、高い毛穴カバー効果があるからか、肌表面が均一に整って色ムラも目立ちにくくしてくれます。近くで見るとこんな感じです。赤みや色ムラは残っていますが、毛穴や凹凸が綺麗に埋まっていて、下地の時点で毛穴レスな肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。肌表面はパウダーを塗った後のようなサラサラな仕上がりなので、下地の時点でベタつきを抑えたい方にも使いやすいです。では反対側にジバンシーを塗っていきます。ジバンシーはまるで色付きのセラム。下地の概念を超えた新しい透明感ケアというアイテムです。こちらの下地は3色展開でカラーごとに配合されているスキンケア効果が異なるなど、下地としての色補正効果と美容液としての効果を兼ね備えているアイテムです。テクスチャーはみずみずしくて伸びのいい美容液のような感じで、肌表面の乾燥が気になる時にもかなり使いやすいです。はい、こちら側にイヴ・サンローランボテ、反対側にジバンシーを塗ってみました。無色透明タイプとパープルの色補正タイプを塗っているので、それぞれの仕上がりにかなり違いがあると思います。まずイヴ・サンローランボテは無色透明タイプですが、毛穴や凹凸を埋めてカバーする毛穴カバー力の高さと、テカリを一切感じさせないセミマット肌に仕上がるので、肌トーンは変えたくないけれど、下地の時点でしっかり補正したいという方におすすめ。そしてジバンシーは首元から浮く感じではないですが、結構しっかり色補正効果を感じられて、顔を動かすと内側から光を放つような立体的なツヤ感を楽しめます。美容液を塗った後のような滑らかな肌に整えてくれるのがポイントです。それぞれ近くで見るとこんな感じです。イヴ・サンローランボーテは赤みや色ムラの透け感は残しつつ、毛穴や凹凸は感じさせない仕上がり。ジバンシーはみずみずしい美容液のようなテクスチャーが肌にピタッと馴染んで、パープルのカラーでしっかり黄身を補正してくれます。毛穴や凹凸はふっくら滑らかに整えながら自然に埋めるような力もあるので、こちらも毛穴補正力が高いタイプかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、サンローランはパウダーを塗った後のようなサラサラ肌。ジバンシーはふっくら柔らかな肌に整いつつ、表面にベタつきが残っていないです。どちらも肌表面にベタつきを残したくないという方に使いやすいですが、サンローランはよりしっかり皮脂対策をしたい方におすすめ。ジバンシーはしっかりしたスキンケア効果で保湿しつつも表面にベタつきは残したくないという方におすすめです。香りについては、サンローランはウリ系のフレグランスのような香りがほんのりする程度。ジバンシーはフレグランスのような香りが結構しっかりめにします。では、この上にファンデーションを重ねていきます。まずはサンローランです。サンローランはこの時点でフェイスパウダーまで塗ってあるような状態に整っているので、
表面にベタつきが残っていない分、かなりスムーズに塗ることができます。そしてこんな感じで、ファンデーションのカバー力も自然に高めてくれます。ジバンシーは下地の時点で肌がふっくらしているのと、こちらも表面にベタつきは少ないので、パウダーファンデーションとの相性もかなりいいです。こんな感じで自然に馴染みつつ、素肌の透け感もきちんと残してくれます。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを塗るとそれぞれのカバー力と色補正力の違いがかなりわかりやすいと思います。ジバンシーはパープルのカラーで自然にトーンアップしているので、ファンデーションを重ねても黄身を抑えた透明感あふれる仕上がり。顔を動かすと自然な光の立体感も残っています。反対にサンローランはファンデーションのカラーがそのまま出るので、明るくトーンアップしているジバンシーと比較をすると一見ナチュラルに感じますが、サンローランの方がよりファンデーションのカバー力がアップしていて、隙のないハイカバー肌に仕上がっています。近くで見るとこんな感じです。ジバンシーは明るく仕上がりながらも自然な素肌の透け感が残っているのに対して、サンローランはこんな感じで、赤みや色ムラを一切感じさせないようなハイカバー感が特徴的です。特にサンローランは液状からパウダリーに変化するタイプなので、パウダーファンデーションと組み合わせると少しパサつきが気になるのかなと思っていましたが、下地の時点で肌表面がサラサラに仕上がっているので、パウダーファンデーションがムラになったり伸ばしにくいということがなく、すごく相性がいいなと感じました。ではこの状態で4時間ほどマスクで過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ると、どちらも塗りたての時のままを保ってくれていて、かなり崩れに強いのがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、まずサンローランは塗りたての高い毛穴補正力とファンデーションのカバー力を高めてくれる感じを持続してくれて、テカリや皮脂っぽさも全く気にならずに綺麗に保ってくれます。ただ、皮脂が気になる私の肌の上だと、パウダーファンデーションと組み合わせても問題なく快適に過ごせましたが、乾燥が気になる肌タイプの方だと、長時間過ごすと乾燥による崩れが少し気になるかもしれません。こちらはしっかり皮脂対策をしたい方や、絶対に崩したくないという時におすすめな印象です。そしてジバンシーもこんな感じで、時間が経ってもくすむことなく自然なトーンアップ感をしっかり保ってくれていて、マスクの摩擦やカバー力が薄まる感じも最小限に収めてくれています。こちらはスキンケア成分をたっぷり含んだ下地ですが、皮脂崩れにも強いところがすごくいいなと思います。アップで比較するとこんな感じです。ただ表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出てきていないです。特にサンローランは塗りたてのサラサラ感を保っていて、ジバンシーは肌自体はふっくら柔らかですが、表面にベタつきが出てくる感じが気にならないので、とにかく皮脂をしっかり抑えたい方はサンローランがおすすめ。美容液成分たっぷりで保湿しながらもベタつきを対策したい方はジバンシーがおすすめです。最後に6種類の下地の崩れにくさを比較するとこんな感じです。今回一番崩れに強いと感じたのはシュウエムラとジバンシーです。シュウエムラはたっぷりの水分で肌を保湿しながら、程よい発光ツヤ感、トーンアップ感も保ちながら、テカリもなく摩擦も最小限に抑えてくれました。ジバンシーも高い美容液効果が入っているセラムプライマーですが、塗りたてのトーンアップ感も持続してくれて、皮脂やベタつきも気にせずに過ごせました。はい、ではこんな感じで新作下地6種類を徹底比較していきました。全体的に崩れに強いアイテムが多くて、これから暑さが気になる時期に大活躍してくれるんじゃないかなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこの動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。